どの満月も大事だけど、やっぱりお羊座の前の満月、ここでいかに手放しをして、お羊座願望実現をする新月にするかっていうのは大事なので、こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ今日は4月の2日の天秤座の満月についてすでに動画を上げております。この天秤座の満月図しっかりと星読み解説した動画が上がっているので、まだの方はまずそちらをご覧ください。その動画に入りきらなかった、ちょっと間に合いそうもなかったので先にそちらを上げたんですが、ここからは12星座別、太陽星座で見ていただいていいと思いますが、この天秤座の満月の、アドバイスを個別にしていきたいと思います。そして今回この天秤座の満月、何度もそちらでもお話ししているんですが、大事なのはこの後2週間後にお羊座の新月がやってきて、そこで皆さん夢を叶える力が強くなるから、自分が欲しいものを、ビジョンボードに貼ってドリームボードを作るというのに最適な日がやってきます。で、その前にやっておいてほしいことが、この天秤座の満月の自分の星座の位置に対する星からのメッセージを受け取り、この2週間でちょっとそこに取り組んでみるということなんです。だからお羊座の新月でのドリームボードをうまく、活性化させるために、ぜひこのアドバイスをお聞きいただければと思います。では早速どんどんいきます。まずお羊座からです。太陽星座がお羊座の皆さんにとっては、今回の天秤座の満月は人間関係のバランス、パートナーシップ、社交、協力者のテーマでマインドを進化させることが大事です。本来は自分の人生を切り開くパイオニア精神にあふれているのがお羊座ですが、この時期は自分一人で進むのではなくて、鏡となる他者の存在を意識して、それを通して自分を見るということをするといい時期です。人からのアドバイスをいつもより聞き入れる方向でいると、周りの意見の中にあなたの才能をより開花させるヒントが隠れているはずです。相手を信頼して手を取り合うということで、新しい自分へと再誕生する素晴らしい機会となるはずです。自分自身の正義を大切にしながらも、調和を意識して周りとつながるということをやってみてください。そして個人的な基盤をしっかりと固めると、皆さんの身近な人々はあなたの成長や変化についてポジティブに積極的に気がついてくれる時期であるはずです。では、お牛座。金星がお牛座に入っていますから、より五感を満たす力が強くなっています。それから家庭や日常のスケジュールに関してメンテナンスの必要が出ている時です。お牛座は目標に向かって粘り強く努力ができるという素晴らしい才能を持っていますが、この満月では日々のルーティン、それから心身のケアに光が当たっております。五感が優れている皆さんだからこそ、心地よい環境を整えることで波動がもっと上がって、現実化する力、両方高くなっていきます。家の大掃除がとてもいい時期です。それからもし今の習慣が今のあなたに合っていないと感じるならば、この機会に思い切って手放すチャンスです。日々のタスク、やり方にもう一度見つめ直し、整理整頓し、自分にとって一番居心地のいい自分をいたわるということで、魂が喜ぶ働き方、ルーティン、生き方、日常へとシフトをしていってください。地に足をつけて日常を整えることが最高の開運行動になります。それから気をつけなきゃいけないのが、友人や協力者との会話の中にゴシップみたいなものが含まれていると波動が下がりますから、気をつけてください。双子座です。クリエイティブなエネルギーや趣味や娯楽、自己表現、そして楽しむことのエリアで力がみなぎる、そんな時です。一方で社会的な使命への野心も強くなる時であります。知的で好奇心旺盛で、とにかく頭の回転も速い双子座ですが、常に新しい可能性を探求する力も持っていますが、この時期は純粋に心から楽しむことだけにフォーカスをしてみてください。
双子座の持つマルチな才能とか、クリエイティブな活動や言葉の力、そういうものを今までにないインスピレーションが湧いてくる場所として使っていくと、より何か効率的な結果につながっていくはずです。周りの目を気にせずに子供のように無邪気に表現してみる。学んでみる、チャレンジしてみる、これもとてもいい時です。ただし、情報過多になって頭で考えすぎる時は、一度深呼吸をして自分の内側にある喜びを感じてみてください。皆さんの輝きが周囲を明るく照らして、新しい創造の扉が開いていく。こんなことも起こりそうです。水星と火星のエネルギーがパブリックでの皆さん双子座の発言にスポットを当てる時でもあります。良くも悪くも目立ってしまいますから、言葉の強さには気をつけてください。蟹座です。蟹座にとって何よりも家を大切にする時です。家族関係、それから生活環境、私生活、さらに仲間との交流ですね。これらが十分満足できるものかどうかという問題に光を当ててみてください。そして感情デトックスのエリアで成長が期待できる時です。感受性が強くて大切な人たちを守る慈愛に満ちている蟹座さんですが、この満月は皆さんの心の拠り所とか家族との関係をさらに癒していくというタイミングです。自分の居場所を心地よく整えて、とどまっていた、ストックしていた感情、スタックしていた感情を優しく解放してあげてください。外部の刺激に敏感になりやすい時期でもありますが、安心できる場所で自分を慈しむということで、内側から力が湧いてきます。自分の本質的な安心感に気づくことで、これまでの古いパターンから抜け出して、より自由で豊かな自分へと再誕生することができる時です。まず、自分自身を一番大切にしてあげてください。そして太陽が社会的使命や仕事上での情熱にもエネルギーを与えているんですが、そのためにもまず自分を支えてくれる基盤となる家族や仲間の存在への感謝がさらに必要な時でもあります。獅子座にとって会話やコミュニケーションに感情的なエネルギーが加わります。そして今まで以上に言葉からの影響を強く受けたり与えたりすることに気がつく時でもあります。良い意味での影響もあれば誤解もありますので、獅子座も今回は言葉遣いに気をつけることがとても大事です。太陽が視野を広げて未来をより見えやすくする、未来を見据える力を強くするという点に光を注いでいます。身近な人との会話や情報処理を俯瞰で見つめ直して新しい視点を取り入れていくことで幸運が生まれていきます。皆さんの言葉には周りを動かす力があります。獅子座は常に人を動かす力を持っています。今は相手の言葉をですが深く聞いて対話を楽しむことでさらなる成長へとつながる時だと意識してください。感情が会話を支配してしまう傾向もある時なので、そう思ったらすぐに冷静さを意識して太陽の本来のもう獅子座の太陽のような明るさと寛大さ、これを十分に発揮していきましょう。乙女座です。天秤座の満月は乙女座にとっては、皆さんが持って生まれている持ち物、それから才能、それから自分で頑張って稼いできた収入、そうしたもの、価値観にエネルギーを注いでいきます。そしてお金や財産のことがちょっと頭から離れず不安になるという時期でもあるかもしれません。本来乙女座は最も分析力に優れて地道な努力を惜しまない、そういうのが乙女座のいいところなんですけれども、この満月は自分の本当の価値に目覚める時です。皆さんが持っている、もうすでに持っている素晴らしい才能ですね。これをどのように現実に生かして豊かさに変えていくかというふうに考えてください。まだまだ足りないんじゃなくて、もうすでに持っているものをどう生かすか、こちらの方がうまくいくと思います。とにかく自分を過小評価しないでください。自分自身、すべて持っているものも自分も誇らしく思うということが大切です。所有欲にとらわれすぎると苦しくなる時期でもあります。でも自分の才能を社会に奉仕するために使うという視点を持つといい感じで動いていきます。物質的にも精神的にも満たされた人生の再誕生のチャンスとも言えます。ただし本当にすぐ努力してしまう、いいことなんですけど、なのでたまには自分に甘くご褒美をあげるということも忘れないでく
ください。それから今回パートナーシップにも非常に強いテンションがかかっています。協力者とかアドバイザーとの会話を、よく聞いたり分析したりすることで、あなたの思考が研ぎ澄まされて何か素敵な気づきになるかもしれません。それから木星がですね、今回人と仕事のエリアに乙女座働きかけているので、あなたが誰とつながるかがいつも以上に今後の仕事にとって大切になると思っていてください。天秤座、太陽星座が天秤座の皆さんにとっては、直接自身のアイデンティティと本質のエリアで起こる特別なもちろん節目です。感情がいつもより表面に現れやすくなっています。自己認識、つまり自分がどのように振る舞ってどのように見られているかが皆さんの意識の中心となる時期ですね。バランスと調和を愛する、天秤座ですが、この満月は他者から見た自分だけじゃなくて、本当の自分はどうありたいかというものも同時に再確認するタイミングです。新しい自分へと生まれ変わる準備が整っていると感じる人も多いと思いますね。皆さんの魅力をさらに輝き増していく時期でもありますから、自分の成長を祝い、新しいセルフイメージ、もっともっとポジティブなものへと確立をしていく意識を持ってください。仕事に関しては行き過ぎた行動はちょっと報われない、天体が入っておりますので、しばらくの間は個人的に正直な自己評価みたいなものをして、まず自分を愛するということが一番大切だというふうにテーマを絞ってワークをしてみると、より世界との調和も素晴らしいものへと変わっていくかと思います。さそり座、満月の影響は手放しとして起こります。深い洞察力と変容の力を持つ、これがさそり座ですが、この満月は皆さんの潜在意識に溜まった不要なエネルギーを浄化する時です。静かに過ごす時間っていうのは必須ですね。心の中の秘密とか混乱、こうしたものを全部優しく手放してあげてください。目に見えない世界からのサポートも受け取りやすい、直感も強くなります。ですが、過去の執着に引きずられる可能性もあるので、そうなりそうになったら、もうそれをすぐに手放して、成長の糧であった、過去も全部ポジティブであったというふうに感謝して見送ってください。いい意味で心を空っぽにすることで、新しいインスピレーションとか魂の使命がなだれ込んでくると思います。精神的な再生、これが期待できる時ですので、力強く現実的に歩むための準備としてこの時期を過ごしてください。仕事においては太陽がサポートの位置にありますし、水星の影響も皆さんの知的な部分を刺激しますので、いい方向に向かいそうです。いて座、自由を愛して広い世界を目指す。これがいて座。このいて座にとっては理想の未来を共有できる仲間とのつながりが重要なテーマになってきます。感情的にも一人では到達できないようなその目標のゴールも同じ志を持った人たちと協力することでより早くより遠くまで行けるということに気がつくと思います。皆さんの楽観性と行動力は周りに大きな希望を与えます。いて座がそこにいると周りは本当に明るくなる。でも自由を求めるあまり組織とかグループの中での責任をおろそかにしてはいけません。ここは気をつけるポイント。他者とのネットワークを再構築するという意識はすごくポジティブに働きます。皆さんの魂の旅がさらに豊かなものになったり、新しい社会の役割に気づいたり、再誕生したりできる時期です。太陽が魂レベルで心が動くものを優先させるということを促している位置にあります。なのでそうすることですぐに結果が出なくても水面下で有益な成長というものが期待できるでしょう。ヤギ座です。責任感が強くて着実に目標を達成する力を持つヤギ座が、この満月は皆さんにとってこれまでの努力が形になる、評価される時ですよ。そして皆さんが社会の中でどのように役割を果たし、どんな貢献をしていきたいか、今後ね、っていうことも改めて見つめ直すのにいい時期です。頑固に自分のやり方に固執せず、柔軟な姿勢を持つことでより高いステージへと進むことができます。でも感情的に不安定な時期であることも確かです。キャリアとか仕事に没頭しすぎてプライベートを犠牲にしてしまわないようにバランスを大切にしてください。自分の本質に基づいた使命、これに気がつくことで精神的な豊かさと社会的な成功を両立させる、この人生が再誕生していきます。いいですね。
本当の課題は私的なプライベートのところで起こっているという可能性があるということに気づく人もヤギ座も多いと思います。家族とか生活環境、パートナーシップ、あるいは自分の感情的な安定など、本当に自分に今必要な改革は何か、整理する必要があることはどこか、ここに気がついて一人でやるのではなくて、人間関係を利用しながら次の行動へと役立てる意識を持ってください。水亀座。ユニークで独創的な視点を持つ水亀座。未来を見据える水亀座。皆さんはこの満月はコンフォートゾーンを超えてより広い世界へと意識を拡大させるタイミングだと気づいてください。抽象的な概念とか、哲学、フィロソフィーですね。海外の文化みたいなものに広いところに触れることで、皆さんの魂が大きな解放感を感じる時です。俯瞰して物事を見るという視点を持つことで、現在抱えている問題のほとんどは解決していくかもしれません。論理的にただなりすぎ、もともと論理的ですね、水亀座っていうのは。それがさらに論理的になりすぎて、他人の感情を置き去りにして、ドライになってしまうということにもなりがちなので、ちょっとそこは気をつけてください。広い視野で世界を捉えつつ、自分の知識を分かち合うことで、皆さんの真の探求者としてのよりレベルアップした人生、これを勝ち取っていける時だと思います。で、この満月、新年、物事を理解するための枠組みといったより大きな問題へと皆さんの人生に注意を向けさせていく、つまり本当に人生がレベルアップしていく時なんですけど、そうするとこれまで当たり前だと思っていたことが実はそうじゃないと見直されていく必要があるかもしれません。それによっていらないものを簡単に手放せるかもしれません。それから水星の影響でお金とか資源に関する思考、これがすごく水亀座は研ぎ澄まされている時なので、予算を立てたりとか、現状金額ね、金銭的に、見直したりするのに最適な時期とも言えます。魚座。共感力といえば魚座ですね。そして豊かで神秘的な感性というのを持っていますが、この満月は他人と他者と深いレベルでつながって自分自身を根本から変容させるということが促されている時です。目に見えないつながりとか引き継ぐべき才能、資産、エネルギー、そういうところにテーマ、光が当たります。自分の内側にある恐れとかコントロールしたいという欲求や依存したいという欲求、正反対のようでありますが、こうしたものがぐじゅぐじゅぐじゅっとこういう欲求、こういうものが出てきてそれと向き合うことになりますが、向き合ったということでそれを手放すことができるわけですね。そうすることで魂の深い癒しが起こっていきます。でも他人の影響を受けすぎて自分を見失わないようにしっかりちゃんとした境界線、ドライなところも持つ意識を持つことが大事ですね。深い変容のプロセスを受け入れる、これはもう必須になる時期ですが、それによって皆さんがより洗練された本質的な自分へともう一度再誕生して、物質的にも精神的にも満たされた人生を始める一歩となり得る時です。今回は魚座さんは感情的な感覚的な方が多いですけれども、思考も結構活発です。言葉の力も強くなっていますので、今回の満月はデトックスされない感情、されていない感情とか、親密な人間関係においてより深い問題、あなたが避けてきたかもしれない何かが表面化していくということが起こっていくかもしれませんが、それを避けようとするよりも、ちょっと今はマインドも活性化できる時なので、思考を使って、そしてちゃんと言葉で表現しながら、正直に向き合う力が今湧いてますから、そうした方が良いでしょうということです。木星も魚座の自己表現を支えていますから、良いことを楽しみつつ表面下で何か変化しているということにも注意を払いつつ、表現をやめないでいただきたいと思います。ということで、天秤座の満月はどの満月も大事だけど、やっぱりお羊座の前の満月、ここでいかに手放しをしてお羊座願望実現をする新月にするかっていうのは大事なので、今言ったことをちょっと取り組んでみてください。その上でとにかく皆さんの五感をたくさん使って、自分が欲しいものをペタペタとマインドマップに貼っていくドリームボードをお羊座の新月の日にね、ぜひ作ってみて、みんなで夢を叶えていきたいと思います。
ということで、素敵な満月を改めてお迎えください。